こんばんは。今日の動画では久しぶりに婚活していた時を振り返ろうと思って、私の中で恋のイメージはピンク色だったので、ピンクの服に着替えてきました。で、なんで話すかというと、私が2ヶ月前くらいに YouTube で見た動画があって、タイトルがシニアはため息、今時の婚活にかかる費用は調べてみたらっていうタイトルの動画があって、今度動画で話したいなって思ってたんだけど、それからね結局2ヶ月くらい経っちゃったんだけど、今日はね話していきます。で、その YouTube の動画の内容をざっくり話すと、婚活をしている方やもう結婚はしたけど前婚活してた方とか、あとはシニア世代の方にもインタビューをしていて、今時の婚活にかかるお金事情についてを話してたんだけど、人によってバラバラだったんですよ、その金額は。ある人は5000円っていう方もいれば、また別の方は100万円いってないくらい、50万円くらいは使ったかなっていう方とかもいて、結構差がありますよね。あとは男女の差もあるっていうのも話していて、例えばマッチングアプリにしても、だいたい男性は月額費用がかかる有料会員にならないとメッセージを送れないとか、そういうアプリも結構多くて、実際そうだったなって思って、私もねいくつかアプリは使ってたんだけど、アプリには課金したことはなくて、だからそれに関しては女性が無料っていうアプリの方が圧倒的に多かったかなって思います。あとはアプリ以外で出会う方法だと、婚活パーティーとかマチコンがあるんだけど、それもね男性の方が金額が高くて、だいたい5000円とかかな。私が参加したのは今も金額ちょっと覚えてないんだけど、多分昔の動画を遡ってみたら私が参加した婚活パーティーの金額言ってたと思うんだけど、数千円くらいかなは払ってました。でもそれでご飯もついててお酒も飲めてっていう感じだったので、私の中では楽しめた印象でした。そんなにいい出会いはなかったんだけどね。あと私の中で一番お金がかかる出会い方のイメージが結婚相談所だと思っていて、やっぱりその動画の中でも結婚相談所の入会金が20万円くらいで、それプラスで月額1万5000円かかって、さらに結婚しましたってなったら結婚相談所にお金を払わないといけないっていうところもあるみたいで、それが20万円くらいって言ってました。本当に結婚相談所がこうやって見るとお金がかかるなっていうイメージですね。その動画の中で女性の方がお食事代は男性の方が払ってくれるから0円ですっていう方もいたんだけど、私の場合ね全然0円じゃ済まなくて、お店でお食事して会計の時に、例えばね2人で5000円とかだったら、で私半分払いますとかっていう時もあったから、私の場合はもうアポがあるってなったら必ずお財布の中にお札と小銭は入れるようにしていました。あとは1軒目は払っていただくけど、話が盛り上がってじゃあ2軒目行こうかってなった時に、で2軒目は私が払いますっていう時とかもあったしね。デート代だけで考えたら1回で、5000円くらいかな、それくらいは用意してました。仕事終わりで週に1回とか週に2回会う時もあったし、月で言うと4人くらいに会ってた時もあったかな。本当にねあの時は出会いを求めてましたね。そんな感じだったから、私がねよくアポとか行ってた時はそのデート代と、あとは交通費かな、かかってたのはそれぐらいでしたね。で、あとこういう考えの人が結構多いなって印象深かったのが、女性の方が自分磨きにお金をかけているっていう方が結構ねその動画でいたんですよ。美容室とか、あとネイルとかエステとかファッション代とか。でも私が恋活してた時にそう思ったことが一度もなくて、私の場合ネイルはしてなくて、自分で透明のネイル塗るくらいだったし、エステも通ってなかったし、なんなら会う男性の方が眉毛アートしたりとかめちゃくちゃ美意識高いなって思う方がいて、あとは髪もしっかりセットしてきてたりとか、そうだからそっちの方がすごいなって思って面白かったです。そこから直接恋愛につながるとかはなかったんだけどね、この人眉毛がめっちゃ綺麗だから好きになるかもとかは、そういうのは全然なかったですね。
でも清潔感が出るっていう面では良かったのかなって思います。しっかり身なりを整えてるんだなってことではね。でもこうやって2年くらいかな、2年以上マッチングアプリとか使ってて、結局彼氏ができなくて、全然違う出会い方で今お付き合いして婚約できたんだけど、いいご縁はいつどこから舞い込んでくるか分かんないなっていうのをその動画でも言ってたんだけど、確かにそうだなって思って、あの時いろいろ頑張ってたのが無駄だなとかは全然思ってなくて、もう婚活とかね今やる必要なくなったんだけど、でもあの時はあの時で独身の今しかできないって考えたら、それはそれでいい経験だったし、毎回楽しいって思える出来事では全然なかったんだけど、あの時の思い出をね全体的に思い返すと、本当にあの時頑張っててよかったなっていうのはめっちゃ思います。で、婚活にかかる費用っていうことなんだけど、私の中で、婚活に直接関係するわけではないけど、占いはその婚活費用に入れたいなってくらい背中を押されましたね。おいちゃんと出会う前に占いに行って恋がうまくいったっていう話はまた別の動画で話しているので、ぜひそちらも見てみてください。でも私占いはやっぱね 100% 信じるものじゃないなって思って、それがなぜかというと、私この前京都に行った時の占いで、今年の1月に京都旅行に行ったんだけど、友達がもう先に沖縄帰って私一人になったから、たまたま歩いてるところに見つけた占いに入ったんですよ。でそこで今の職業とか別に言ってないんだけど、あなた何か発信してるでしょうっていうことを言われて、それ当たってるのすごいなって思ったんだけど、あと他にもいろんなことを言ってくれて、その中の一つが6月何日がもう本当にめちゃくちゃいい日になるよっていうのを言われたんですよ。この日は運がすごくいいから覚えておいてっていうのを言われてて、で私帰ってそれをすぐスケジュール帳に書いてたんですよ。6月何日この日めっちゃいい日らしいっていうのをね赤文字で書いてて、でその日になってどんないいことが起こるんだろうってワクワクしながら過ごしてたら、その日前の動画でお話しした SD カードが壊れた事件っていうのがその日に起こって、そういうのもあるから占いは 100% は信じるのはやめようっていうことは心に刻んだ出来事でした。だからね、ちょっと背中を押してもらえるくらいの軽い気持ちで行く占いがすごく好きです。今日の動画では久しぶりに婚活していた時期を振り返ってみました。本日もご視聴いただきありがとうございました。